春日部つむぎのゲーム作ってみよう。親愛なる視聴者の皆様、こんにちは。どうも、春日部つむぎです。今回は、球体座標にスタティックメッシュを配置してみようと思います。スタティックメッシュを球体座標に配置してみた。その4、スフィア。実際に作ってみましょう。1、球体座標。球体になるようにスタティックメッシュを配置します。BT サークルアレイズホリゾンタルを複製します。名前を BT スフィアレイズにします。ファイルを開きます。変数ラディウス。ゲットノードのマルチプライノードは不要なので削除します。つながっていたアドノードは不要なので削除します。変数ラディウス。ゲットノードをコサインのディグリーズノードのマルチプライノードにつなぎます。変数ラディウス。ゲットノードをサインのディグリーズノードのマルチプライノードにつなぎます。球体座標を取得するには、なんかこんな感じです。X、Y、Z の3つの座標が必要です。円周座標に Z 座標と角度がもう一つ必要になります。既存の変数アングルの名前をアズイマスアングル、方位角にします。インスタンス編集可能を有効にします。もう一つの角度用に変数を追加します。変数ポールアングル、極角、フロート型を追加します。インスタンス編集可能を有効にします。1-1、球体座標の取得、変数ポールアングル、ゲットノードを配置します。変数ポールアングル、ゲットノードより、コサインのディグリーズノードを配置します。変数ラディウス、ゲットノードより、マルチプライノードを配置します。マルチプライノードにつなぎます。こちらが Z コーディネートになります。X と Y 座標には新しく追加した角度のサインをかけます。マルチプライノードより、マルチプライノードを配置します。変数ポールアングル、ゲットノードより、サインのディグリーズノードを配置します。マルチプライノードにつなぎます。こちらが X コーディネートになります。同じく、マルチプライノードより、マルチプライノードを配置します。変数ポールアングル、ゲットノードより、サインのディグリーズノードを配置します。マルチプライノードにつなぎます。こちらが Y コーディネートになります。1-2、ワールドスペース調整。このアクタが原点となるので、ロケーションの XYZ に球体座標を足します。X ピンのアドノードに X コーディネートをつなぎます。Y ピンのアドノードに Y コーディネートをつなぎます。ブレイクベクターノードの Z ピンより、アドノードを配置します。下のピンに Z コーディネートをつなぎます。メイクベクターノードの Z ピンにつなぎます。1-3、極角の更新。インデックスが増えていくたびに、ポールアングル、極角を足していきます。変数ポールアングル、ゲットノードより、アドノードを配置します。アドノードを変数ポールアングルがつながっていた、サインとコサインにつなぎます。ディバイドノードより、マルチプライノードを配置します。アドノードにつなぎます。球体の上から下の数は XS の数なので、180を XS で割ります。ディバイドノードを配置します。変数 XS、ゲットノードを配置します。下のピンに変数 XS、ゲットノードをつなぎます。上のピンを180にします。マルチプライノードにつなぎます。コンパイルして保存します。ビューポートに移動します。球体になってますね。この状態でもちょっと感動的なのですが、もう少し調整します。1-4、方位角の調整。アズイマスアングル、方位角を調整してきれいに配置するようにします。コンストラクションスクリプトに移動します。極角の更新のディバイドノードより、モジュロノードを配置します。下のピンを2にします。出力ピンより、イコールノードを配置します。球体座標の取得のアズイマスアングルを調整します。セレクトフロートノードを配置します。リターンバリューをアドノードにつなぎます。変数アズイマスアングル、ゲットノードをセレクトフロートノードの A ピンにつなぎます。変数アズイマスアングル、ゲットノードより、アドノードを配置します。B ピンにつなぎます。アドノードの下のピンを 9.0 にします。右クリックして、変数へ昇格します。名前をオフセットにします。インスタンス編集可能を有効にします。ピック A に、偶数判定をつなぎます。コンパイルして保存します。ビューポートに移動します。
綺麗に交互に並びましたね。1の5、スケール調整。球体の上部と下部のスタティックメッシュが重なっているので、上部または下部に近づくにつれてスタティックメッシュを小さくします。コンストラクションスクリプトに移動します。スケールを調整します。変数スケール、ゲットノードよりマルチプライノードを配置します。メイクトランスフォームノードのスケールピンにつなぎます。下のピンをフロート型にします。極角の更新のアドノードよりサインのディグリーズノードを配置します。サインのディグリーズノードをマルチプライノードにつなぎます。コンパイルして保存します。ビューポートに移動します。上部または下部に近づくにつれてスタティックメッシュが小さくなりましたね。1の6、上部のスケール調整。変数 XS を選択します。デフォルト値を1にします。何も映らなくなりましたね。デフォルト値を2にします。1本だけ表示されましたね。コンストラクションスクリプトに移動します。これは、サインが0になり、スケールが0になるので表示されなくなりました。サインが0の場合を調整します。サインのディグリーズノードより、イコールノードを配置します。下の値を0にします。セレクトフロートノードを配置します。イコールノードをピック A につなぎます。サインが0の時、A が返され、それ以外の時は B が返されます。A ピンを 0.3 にします。サインのディグリーズノードを B ピンにつなぎます。マルチプライノードにつなぎます。コンパイルして保存します。ビューポートに移動します。上部に小さいスタティックメッシュが追加されましたね。1の7、デフォルト値の設定。デフォルト値をいじって変形させます。コンストラクションスクリプトに移動します。方位角の更新の360を右クリックして、変数へ昇格します。名前をアズイマスアンブルデフォルトにします。インスタンス編集可能を有効にします。極角の更新の180を右クリックして、変数へ昇格します。名前をポーラアンブルデフォルトにします。インスタンス編集可能を有効にします。一旦コンパイルして保存します。ビューポートに移動します。XS を10にします。IS を3にします。ラディウスを 150.0 にします。アズイマスアンブルを増やすと右に回転します。減らすと左に回転します。アズイマスアンブルをマイナス 45.0 にします。スケールを 0.2、0.2、0.2 にします。ポーラアンブルを増やすと下向きに回転します。ポーラアンブルを 50.0 にします。オフセットを 9.0 にします。アズイマスアンブルデフォルトは横幅ですね。アズイマスアンブルデフォルトを50にします。ポーラアンブルデフォルトは縦幅ですね。ポーラアンブルデフォルトを100にします。コンパイルして保存します。レベルに配置します。アズイマスアンブル、マイナス20ぐらいが正面ですね。2、スポーン用アクタの作成。BTX ピースがスポーンするアクタを作成します。BT スフィアレイズを複製します。名前を BT スフィアレイズスポーンにします。ファイルを開きます。コンストラクションスクリプトに移動します。コンストラクションスクリプトのオドイカを切り離します。コンストラクションスクリプトのオドイカを切り取ります。イベントグラフに移動します。貼り付けます。イベントビギンプレイノードにつなぎます。スタティックメッシュの指定とインスタンススタティックメッシュの配置は不要なので削除します。変数スタティックメッシュは不要なので削除します。インスタンスドスタティックメッシュコンポーネントは不要なので削除します。スポーンアクターフロムクラスノードを配置します。変数インデックス、セットノードにつなぎます。クラスに BTX ピースをセットします。スポーントランスフォームとメイクトランスフォームノードをつなぎます。コリジョンハンディングオーバーライドをオルウェイズスポーンウィグノーコリジョンにします。コンパイルして保存します。レベルに配置します。
起動してみましょう。ちゃんとスポーンしてますね。3、キャラクターにアタッチ。せっかくなのでキャラクターにアタッチしてみようと思います。BP スフィアレイズスポーンを開きます。スポーンしたアクタはすべて配列に格納します。リターンバリューを右クリックして変数へ昇格します。名前をヘックスピースにします。変数 X ピース、セットノードは削除します。変数 X ピースを配列に変更します。変数 X ピース、ゲットノードを配置します。変数 X ピース、ゲットノードより配列のアドノードを配置します。スポーンアクターフロムクラスノードにつなぎます。リターンバリューも忘れずにつなぎます。キャラクターからアズイマスアングルを指定できるようにします。変数アズイマスアングルを選択します。スポーン時に公開を有効にします。コンポーネントパネルよりセルフを選択します。詳細パネル、イニシャルライフスパンを 5.0 にします。コンパイルして保存します。BTX ピースのコリジョンプリセットを修正します。BTX ピースを開きます。コンポーネントパネルよりスタティックメッシュを選択します。詳細パネル、コリジョンプリセットをノーコリジョンにします。コンポーネントパネルよりセルフを選択します。詳細パネル、イニシャルライフスパンを 5.0 にします。コンパイルして保存します。3-1、ソケットの追加。BP サードパーソンキャラクターをレベルに配置しておきます。BP サードパーソンキャラクターを作業フォルダに複製します。名前を BP コーディネートキャラクターにします。ワールドセッティングパネル、デフォルトのコーンクラスを BP コーディネートキャラクターにします。BP コーディネートキャラクターファイルを開きます。詳細パネル、メッシュ、スケルタルメッシュアセットをコンテンツブラウザにブラウズします。コンテンツブラウザを開きます。選択されているスケルタルメッシュを開きます。スケルトンツリーでスパイン05を選択します。右クリック、ソケットを追加。名前をスパイン05ソケットにします。保存して閉じます。3-2、キャラクターのアタッチ処理。ナム1キーを押すとスポーンしてキャラクターにアタッチするようにします。ナム1キーを配置します。スポーンアクターフロムクラスノードを配置します。ナム1キーにつなぎます。クラスに BP スフィアレイズスポーンをセットします。スポーントランスフォームよりメイクトランスフォームノードを配置します。ゲットアクターロケーションノードを配置します。ロケーションにつなぎます。コリジョンハンディングオーバーライド、オルウェイズスポーンウィグノーコリジョンにします。スポーン時に公開を有効にしたアズイマスアングルが表示されています。キャラクターの正面にスポーンするアクターが配置されるようにします。ゲットアクターローテーションノードを配置します。リターンバリューを右クリックして構造体ピンを分割します。Z ピンよりアドノードを配置します。下のピンをマイナス 20.0 にします。アズイマスアングルにつなぎます。方位1ループノードを配置します。スポーンアクターフロムクラスノードにつなぎます。スポーンアクターフロムクラスノードのリターンバリューより変数 X ピース、ゲットノードを配置します。方位1ループノードのアレイにつなぎます。アレイエレメントよりアタッチアクター2コンポーネントノードを配置します。ループボディにつなぎます。メッシュコンポーネントを配置します。ペアレントピンにつなぎます。ソケットネームにスパイン05ソケットと記述します。ルールはすべてキープワールドにします。コンパイルして保存します。起動してみましょう。ナム1キーを押すと、キャラクターの正面にちゃんと表示されてますね。サードパーソンキャラクターにぶつけると、ぶつけたところだけなくなりましたね。設定ファイル。
部分的に欠けるシールドが作りたかったんですよね。満足。球体座標を取得してできることは、360度の自由な視点移動。プレイヤーキャラクターやカメラを球体座標を用いて回転させることで、立体的な視点移動が可能です。天体の配置。惑星や星などの天体を球体座標上に配置し、リアルな宇宙空間を再現できます。オーブの軌道。オブジェクトやエフェクトを球体上に配置することで、回転する軌道や軌跡を描くことができます。キャラクターの回転運動。球体上を移動するキャラクターや敵を作成し、立体的な動きを実現します。気象シミュレーション。球体上に天候要素や気象パターンを配置し、リアルな天候シミュレーションを行います。攻撃範囲の計算。球体座標を使用して攻撃範囲やエフェクトの広がりを計算し、効果的な戦闘システムを構築します。だそうです。はい、それでは、今回の動画はここで終わります。興味がある人は高評価とチャンネル登録お願いします。じゃあ、バイバイ。